今回は日の傷の男に関することだから、今現在日の傷の男に関して分かっていることとしては、まずはじめに、世界政府に所属しているということで、第2に海に渦を発生させる、能力者であるのではないかということと、第3に、黒い船に乗って、ポーネグリフを、集めていたことがあったということで、第4に、最後のロードポーネグリフを、所持しているという人物であるということで、5番目がおそらくは、顔に、やけどの跡があるということで、次6番目、探し出すことが、ワンピース争奪戦に必要であると。で、次が第7番目として、トラファルガーローは日の傷の男の存在を、知っているが、言うことはできないと。で、第8番目がロビンは、日の傷の男の存在を全く知らないということがあるかなと思います。この8つの条件を、踏まえた上で、該当者がいるかっていうのをちょっと考えていこうかなと思います。まずはじめに、現在エッグヘッドに、入っていって、久しぶりに麦わら1に、見たと思うんですけど、エッグヘッドでは、どんな研究されているかっていうと、科学技術に関する研究もしているのはしているんですけど、それとは別に空白の100年に関する研究を、ポーネグリフを通してやってるっていうことがあります。ベカパンクステラが、ベカパンク本体がポーネグリフの研究をしているから、世界政府に命を狙われているということを、発言しているので、ポーネグリフを研究しているエッグヘッドには当然のことのように、ポーネグリフが存在していることになるかなと思います。同じように小原でも、ポーネグリフ研究したと思うんですけど、小原にも、同じようにポーネグリフがあったので、同じように、ポーネグリフを研究しているエッグヘッドには、当然のことのように、ポーネグリフがあるっていうのは、わかるのかなと思います。もともと、エッグヘッドには、ポーネグリフはなかったと思うので、誰かしらが、エッグヘッドに、ポーネグリフを、運んできた人物が、当然のことのように、いるのかなと思います。その際、やけどの跡を見られてしまい、噂が広まってしまったために、素肌を、隠さなければいけない人物が、いたんじゃないかなと思います。それが、俗に言う、火の傷の男なんじゃないかなと思います。異論はあると思うんですけど、とりあえずは、その可能性を一応考えていいのかなと思います。現在、黒ひげ海賊団の船団が、エッグヘッド近海に、現れたと思うんですけど、それはすなわち、ポーネグリフの研究を、していることを、青生地から聞いた黒ひげが、ロードポーネグリフも、エッグヘッドにあるに違いないと考えて、今回攻め込んできたんじゃないのかなと思います。クザンという人物は、過去の描写とかで、ベカパンクの研究をたびたび見学しに行ってるっていう描写があったと思うんですけど、その際に、
何かしらの情報を、得ている可能性はあるのかもしれないです。ポーネグリフの情報は知らないけど、何かしらベカパンクがポーネグリフに関する研究を、しているだろうっていうのを、おそらく見学をしている際に、感じ取ったんじゃないのかなと思います。で、今回、黒ひげ海賊団は、クザン仲間に入れたと思うんですけど、それが、今回攻める、エッグヘッドを攻める、きっかけになっているんじゃないのかなと思います。もともと、魚人島の、ロード・ポーネグリフが、最後のロード・ポーネグリフって言われているんですけど、それは、白ひげ海賊団の、支配下にいたときに、安全のために、白ひげ海賊団が自分の領地の中に、秘匿していたのではないかなと思います。それを、ここ数年の間に、探し出して、エッグヘッドに持ち運んだのが、日の傷の男なんじゃないかなと思います。で、日の傷の男で、話題に上がるのが、巨大な渦を作ることができるということなんですけど、実はこの巨大な渦に関しても、エッグヘッド冒頭に、断水渦っていう、巨大な渦が、描かれていたと思うんですけど、それが、気になるポイントかなと思います。日の傷の男は、近づいてくる敵船を、巨大な渦で、沈めたっていうのが、言われているんですけど、今回、ボニーは敵意を持って、エッグヘッドに近づいた際に、ピンポイントで、巨大な渦の直撃を、受けてしまったと。この2つは、だいぶ状況としては同じなんじゃないかなと思います。今回、ボニーがピンポイントで、巨大な渦の直撃を受けたんですけど、それをやったのが、おそらく日の傷の男かなと思います。エッグヘッドは、世界政府管轄の島であり、しかもポーネグリフの、研究を、未だに続けている島です。日の傷の男が、エッグヘッドにいて、そこからボニーを直接ピンポイントで、攻撃したっていうのは、十分あっていいんじゃないのかなと思います。で、主要エッグヘッド内にいるの政府関係者の人物の中で、顔にやけどを負っている可能性がある人物といえば、全身の皮膚をマスクやマントで覆っているベカパンク社家が、一番怪しいのではないのかなと思います。ベカパンク社家であれば、結構未来を見る力もあったりして、自分がこれからなくなるということを、言い当てることができたり未来を読む力があったりとして、かなり見聞色が優れている人物なんじゃないかなと思います。もしこの、見聞色がものすごい発達している人物であれば、遠くの距離にいる、遠くの海にいるボニーを島の中にいながら直接ピンポイントで攻撃するっていうのは、十分できるんじゃないのかなと思います。だからベカパンク社家は、十分怪しいと思ってます。では、日の傷の男が、釈迦だったとして、いつ
やけどを負ったのかっていうのを考えていこうかなと思います。該当する、出来事があったとしたら、4年前のパンクハザードの爆発事故が、可能性として、挙げられるのかなと思います。エジソン、ピタゴラス、アトラスは、もともと人間の体に、魂が宿った存在だったんですが、4年前の爆発事故を契機に、機械の肉体に乗り換えたっていう可能性は、十分あるかなと思います。釈迦は、ギリギリ、大やけど程度で済んだので、やけどの治療をするだけで、済んだと。だけど、エジソン、ピタゴラス、アトラスに関しては、今にも死にそうな状態、瀕死の状態であったので、肉体を別の肉体に入れ替えた。その時に活躍したのが、トラファルガーローなんじゃないかなと思います。トラファルガーローって言えば、シャンブルズっていうのがあると思うんですけど、魂を肉体から抜き取って別の肉体に、入れ直すっていう能力があると思うんですけど、シャンブルズって言って。それを、エジソン、ピタゴラス、アトラスに行ったんじゃないのかなと思います。エジソン、ピタゴラス、アトラスみたいな、機械生命体がどうやって生まれたのかっていうのを考えていくと、やっぱりトラファルガーローがそれに関与したっていうのは、十分あるんじゃないのかなと思います。で、ワノ国出港前に、参戦長の会議の際に、トラファルガーローが曇った表情を、したと思うんですけど、おそらくはこの爆発事故で、医者として、ベカパンクたちの治療に、関わったトラファルガーローとしては、患者情報を、漏らすことができなかったんじゃないかなと思います。患者情報を漏らすようなドクターっていないと思うので、だから表情が曇ってしまったっていうのは、あるのかなと思います。そうだったとしたら、ちょっと待ってね。ベカパンク釈迦だったとしたら、ロビンのハテナマークの表情も説明できるし、一切の接点がないので、ロビンのハテナマークの表情も説明できるし、トラファルガーローとの接点も、説明できるのかなと思います。あと、連載終了までに、ルフィは海賊王になっていると思うので、あと2、3年の間に、最後のロード・ポーネグリフ見つけて、ラフテル行って、ラスボスである、イム様か黒ひげを倒すっていう、この3つを描かないといけないので、今回、都合よく、政府管轄の島で、ポーネグリフの研究をしている島に、偶然訪れたっていうのがあるので、このエッグヘッドで最後のロード・ポーネグリフを、手に入れるっていうあらすじが、一番可能性としては、すんなりいくのかなと思います。今まで、直近訪れた3つの島あると思うんですけど、ゾウ、ホールケーキアイランド、ワノ国、その3つが、なんと幸運なことに、ロード・ポーネグリフ関連の島なんですよ。で、そこで3つロード・ポーネグリフに関する情報を集めて、今回4つ目の島として、エッグヘッド来たと思うんですけど、それも、おそらく
4つの島連続で、まあ、訪れた4つの島連続で、ロードポーネグリフを、集めてくるんじゃないのかなと思います。で、日の傷の男で、有名なのが、ドラゴンなんですけど、で、ドラゴンの船が黒いから、日の傷の男なんじゃないかっていう、話が、上がってはいるんですけど、これも、ドラゴンと釈迦の、関係性を考えると、説明できるのかなと思います。ドラゴンと釈迦は、エッグヘッド冒頭の会話シーンでも分かるように、気軽に会話ができる、距離感の、関係性っていうことを考えると、ドラゴンの船に、乗船して、釈迦がポーネグリーフ回収の旅をした可能性は、十分あるのかなと思います。で、ここで、絵見せるんですけど、この人物、見たことあると思うんですけど、僕が描いたイラストなんですけど、麦わら一味の、初期構想画っていうのの、左から2人目に、植物好きのバンダナ男がいると思うんですけど、その人物の顔です。顔アップすると分かるんですけど、顔にやけどの跡があり、包帯を巻いていると。です。よくよく考えると、釈迦は最近、顔面の左半分の方に、狙撃されたかと思うんですけど、ちょうど、同じ位置に、こういった部分が、バンダナで、傷跡を、隠すような今イラストになっているので、この植物好きがもしかしたら、釈迦の初期構想の、イラストになってくるのかなと思います。で、狙撃されたから、死んだんじゃないかっていう、話もあると思うんですけど、直近では、ドクター・チョッパーが、旧悪魔の実、研究施設に入ってくるっていうところで止まってたと思うんですけど、おそらくは、まあ、狙撃されたけど、ドクター・チョッパーがなんとか救命措置をして、蘇生したっていう可能性は、十分あるのかなと思います。ジョジョの奇妙な冒険の第3部で、アブドゥルっていうキャラクターがいると思うんですけど、このキャラクターも、後方に、上半身を、反らすことで、銃撃を、そのキャラクターも頭部に銃撃を受けたんですけど、上半身を後ろに反らすことで、急所を外して、一命を取り留めたっていうことが、あったんですけど、おそらくは釈迦も、上半身を後ろに、反らしているので、アブドゥルみたいなパターンで、なんとか、一命を、取り留めるっていう可能性はあるのかなと思います。10人目になるかどうかに関しては、はっきりとしたことは言えないんですけど、途中で、麦わら一味の、構想のイラストの中から、この植物付きのイラストが抜け落ちているっていうことを考えると、可能性は否定はできないけど、どうなんだろうなっていう感じかなと思います。
で、あと、坂の、元ネタっていうか、あの、おそらくは、参考にしたであろうなっていうのがあって、インド神話の、インド神話の、ビシュニ神っていうのがいるんですけど、ビシュニ神っていうのが、いろんな、姿に、変身することができる、まあ、化身っていう、ものを持っていて、10通りの、化身を持ってるんですけど、そのうちの第9の、化身に、仏教の釈迦っていうのがいるんですよ。おそらくそれが、釈迦の元ネタかなと思います。このビシュヌ神なんですけど、天地創造神話、入海各藩っていう話では、大海をぐるぐるかき混ぜることで、不死の薬、アリムタを、作ってはどうかと、提案したという話があったりするので、この大海を、ぐるぐる、海をぐるぐるかき混ぜるっていうのが、おそらくは、日の傷の男の、このうずうずのみのオマージュになってくるのかなと思います。で、このうずうずに関してなんですけど、以前、小田先生が、話した内容、ワンピースグリーンだったかな。インタビュー記事だったと思うんですけど、ワンピースという大きな物語の終盤、一度だけまさに眼帯の海賊が登場します。早くそいつを描きたくて、うずうずしていますっていうのがあるんですけど、おそらくこのうずっていうのが、この日の傷の男の、うずと、かけているのかなと思います。なので、この日の傷の男っていうのは、眼帯をつけて、今後描かれてくるのかなと思います。でそう考えてみると、やっぱり、初期構想画の植物好き、左目かな、左目の周囲に眼帯つけてると思うんですけど、やっぱり釈迦と、重なってくるのかなと思います。あと、ヒンドゥー教ネタでもう一つなんですけど、このビシュヌ神の第6の、化身っていうのがいて、それが、小野の名人って言われてるんですよ。小野の名人の何だったかな。いや、名前忘れたけど、小野の名人がいて、で、どうやら銀の斧で描かれることもあるみたいで、銀の斧って言ったら、真っ先に思い浮かべるのは、銀部かなと思います。で、もしかしたらなんですけど、イラスト見てもらうと分かる通り、50代ぐらい、年齢的には50代ぐらいかなっていうぐらいの、シャンクスの少し上ぐらいかな、38、39だから、39だから、10ちょっと上。だから、ゴッドバレー事件が起きたときは、10歳ちょっとぐらいなんですけど、
銀部のイラストっていうのが、ネット、見てもらうと、わかるように、ネット見せていいのかな。銀部のイラスト描かれているのが、一度だけあって、その銀部のイラストを見てもらうと、10代の、バンダナをつけた、結構体育の小さい少年のような、姿で描かれていることがあって、そう考えると、10代、ゴッドバレー事件当時10代で38年後に、50代、あんな感じの、こんな感じの姿になってるっていうのは、十分あり得るのかなと思います。ミス・バッキンガム・シチューシーが、マッズに居候していた時期があったと思うんですけど、おそらくゴッドバレー事件の際に、黒い船、ロックス海賊団の船も、黒い船に該当するかなと思うんですけど、名前がまだ公表されてないので、黒い船っていうのにしますけど、ロックス海賊団のこの黒い船と一緒に、もしかしたら年少組の銀部は、戦闘力がそこまで強くなかったミス・バッキンガム・ステューシーと一緒に、避難するためにマッズに居候していたっていう可能性は、あり得るのかなと思います。なので、今回まとめると、日の傷の男は、ベガパンク釈迦であり、その正体は、銀部であると。で、かつ、その姿としては、眼帯の海賊の姿をしていると。で、しかも、初期構想画の麦わら一味の、この植物好きの姿に近いイラストで現れるんじゃないのかなと思います。で、初期構想画の段階で、右腕が結構爪みたいな武器を持っていたので、もしかしたら武器に関しては爪みたいな武器を使う可能性はあるのかなと思います。はい、以上になります。